13時間のフライトを終えてヘルシンキに到着しました。長かった。で、今ヘルシンキは7月1日の午後5時39分です。これから1ヶ月間のフィンランド一人旅が始まります。ということで、今1ヶ月間泊まるエアビーにチェックインしたところです。いや、めっちゃいい。本当に写真通りの綺麗な、そして思ったよりも広いお部屋に泊まることができます。ここで1ヶ月安心して暮らせそうです。じゃあ今からちょっとスーパーにでも行ってこようかなと思います。はい、今日の夜ご飯買ったりとか、ここでの生活を整えるためのものを買いに行ってきたいと思います。で、行きましょう。スーパー行ってきました。Kマーケットっていう、フィンランドのね有名なスーパーマーケットへ買い物してきたんだけど、今日なんか駅前のところの店舗に行ったんだけど、そこすごく広くて、今までなんとかフィンランド旅行した時に Kマーケットね、いろんな店舗を訪れたことあるんだけど、今までで一番大きくていろんなものを手で楽しかったです。そこで買ってきたものをご紹介します。まずはこのエコバッグ買いました。ムーミンのちゃんとこのちっちゃく畳んでね、このケースにしまえるタイプのエコバッグですね。ここに入れて持って帰ってきたものは、まずこちらブルーベリージュース。これここにねフィンエアのマークがあるんですけど、フィンエアの機内で提供されてる、ブルーベリージュースですね。あともう一つまたジュース。ムーミンのこのお家の形したパッケージが可愛くて思わず手に取っちゃったんだけど、これは洋梨のジュースみたいですね。側面もね全部抜かりなく可愛い。こちらまずジュース2本と、今日夜ご飯に食べようと思って買ったデリです。ヨーグルトも買いました。こっちがラズベリーフレーバーですね。で、こっちがラズベリーとかブルーベリーのヨーグルト。あとはこちら、これねファッツェルの多分なんだけどミニシナモンロールだと思うんだよね。袋の間から見えるこの形がシナモンロールっぽくないですか？ミニシナモンロールパンみたいなだと思って買ってみたんですけど、どうなんだろう。ムーミンティーも買いました。これがベリーピッキングって書いてあるからベリーフレーバーなんだと思うんだよね。ブラックティー、レッドベリーとバニラフレーバーって書いてあります。あとはこちらマリメッコのミニナプキン買いました。で、あとはこちらアイスも買いました。そんな感じで改めて私の夏のフィンランド1ヶ月一人旅が始まりました。これから1ヶ月どうなるんだろうって、自分でも全然予測つかないからちょっと不安もありつつ、でもすっごく楽しみです。なんかやっぱり旅に出たいなって思ってなかなか一緒に行ってくれる相手を探すのって難しいじゃないですか。友達と予定合わせたりとかするのも大変だし、家族と予定合わすのも大変だし、自分が行きたいところやりたいことに忠実に行動したい瞬間ってありますよね、人生で。私今まさにそうで、だからそういう感じでちょっと旅出てみたいなって思ってるけど、なかなか一人で行くのに勇気が出ないっていう方がねいらっしゃったら、この動画を見て私も一人で旅行ってみようかなみたいな、そういう風に思えるような、そんな楽しい1ヶ月にしていきたいなと思っています。こうソロトリップだから孤独なんだけど、でもその中で一人でしか感じられない楽しみっていうのをたくさん見つけていきたいと思います。ではもう1日目、もうちょっと今日はフライトで疲れたので夜ご飯食べたら寝たいと思います。おやすみなさい。
Day2 のコーディネート。今日はね、最高20度ぐらいまでで、ちょっと涼しめ。でも天気がいいので、もうちょっとね、体感温度的には高くなるかなと思うんですけど、今日はこのシンプルなトップスにマリメッコのデニムを履いていきたいと思います。で、バッグはヒンクヌックのスウェードバッグです。で、今は、昼の12時。この後カフェに行って、あとは夜ご飯の材料を買って帰ってきたいなと思います。では行ってきます。美味しい。マリメッコがセールやってるので来てみました。このニットかわいい。どれぐらい安くなった？ 50% オフだ。And here, rose pepper. And here, cognac.
うん、美味しい。おはようございます。デイ3です。今日もねちょっとゆっくり起きて、今からちょっとブランチ的な感じでカフェに行って、その後ヘルシンキ中央図書館オーディに行きたいと思います。はい、そこをね見に行きつつ、長期滞在だからその図書館で今ねしたためてるこちらの旅日記っていうんですかね、ちょっと旅中に考えたこととか気づいたこととかを全部メモ取ってるんだけど、これを文章に起こしてジンを作りたいと思ってて、この1ヶ月間の旅のジンですね、その執筆をしたいと思います。で今準備してるとこなんですけど、今日は、昨日と同じぐらいの気温で最低13度最高21度です。涼しめなので今日は、マリメッコのロンティー着てます。そこに黒デニム、バッグは図書館行くのでトートバッグがいいかなと思って、私のブランドキンクヌンクのこちら茶色の方のトートバッグ持っていきたいと思います。よし、準備できました。なんかどっかカフェに行ってシナモンロールを食べに行きたいと思います。では行ってきます。Okay, now if we need it, so let's get this being code. I can, if you want, I can check these out here. Oh, yes, that would be great. Thank
おはようございます。今は朝の5時20分です。ちょっと今日は早起きして、これからフィスカルスというアーティストビレッジというところに行って飲みの市に行ってきたいと思います。毎年7月に年に1回だけ数日間このフィスカルスのアーティストビレッジでアンティークマーケットが開かれるそうなんですけど、そのマーケットが国内最大ということで、せっかく7月にね滞在しているということで、今日は朝から飲みの市巡りに行ってきたいと思います。はい。昨日ねチケットの予約取ったんですが、なんかちょうどいい時間帯のものがなくって、6時15分ヘルシンキ中央駅発のものしかなかったので、アンティークマーケットは10時からなんだけど、ちょっとね2時間ぐらい早く着いちゃうもので、向かいたいと思います。で、フィスカルスまでは電車、そしてそこからバスを乗り継いでいくんですけど、なんか今電車が走る区間が工事してるらしいっていう情報をねちょっとネットで得たんですよ。なのでヘルシンキから本当は電車でカーリスという場所まで行くんですけど、そこまでがねちょっとバスになるっぽいで、ちょっとそれがねよくわからないから一回駅まで行って、そこで駅員さんに聞いてみて、バスなのか電車なのかちょっと確認したいと思います。で今日は長旅なのでリュックを背負っていきたいと思います。そして今日朝から寒くて、なんかもうちょっと冬みたいな寒さなので、こちら持ってきたライトダウン着ていきたいと思います。このライトダウン着て向かいたいと思うんですけれども、ちょっとねフィスカルスに行くまでの道順が怪しいというか、乗り継ぎがあって、その乗り継ぎも難しそうだし、そもそもなんか電車じゃなくてバスなのかっていうところが不安なんですけど、まあこれもまた挑戦ということでちょっと冒険してこようかなと思います。でアンティークマーケットで自分のね気に入るものがあったら、買って帰ってきたいなと思います。ではそれでは行ってきます。駅に来てみたんですけど、やっぱりカーリスまではバス移動っぽいですね。電光掲示板に乗る予定の時刻の電車がないんですよね。なのでこのソコスというデパートのところにあるバス停で待ちたいと思います。よかった、合ってた。やっぱりバスでした。6時にはねもうこのソコスのところのバス停に大きなバスがついてました。これでカーリスに向かいたいと思います。カーリスに着きました。この後バスに乗るんだけど、私が調べた情報だとこのエレベーター乗ってこの上の歩道橋を渡るらしい。不安。誰もいない。これで合ってるのでしょうか。同じ方向に向かう人が何人かいるのかなと思ったら私しかいないんですよね。10分後にバスが来る予定なので、ちょっと早めにバスステーションまで行かないとって感じです。歩道橋を渡って下に降りてきたらバスの時刻表が出てきました。7時40分のフィスカルス、この奥のバス停ですね。これに乗っていきます。ここまで不安だった。アンティークマーケット、やった。あっちらしいね。すごい素敵な場所なんだけど、ここフィスカルスビレッジ、到着した。アンティークマーケットが10時からで、バスがその2時間前ぐらいに到着して時間を持て余してるので、今ねこれ読んでるんだけど、今回アンティークマーケットでアラビアのねムーミンマグ、その中の私のお目当てのものがあったら絶対に買おうと決めてます。これはねアラビアのムーミンコレクション、歴代のものがね全部載ってて、それのプライスリストとかも、載ってるプロダクトガイド&プライスリストなんですけど、私がね
あったら絶対に買おうと思ってるのはこの初代のスニフマグ、この茶色のねマグにスニフの絵が描いてあるやつですね。あとねこのファッツェルとのコラボの2004年のもの、これもあったら買いたいなと思います。あとは置物が欲しいよね。欲しいのはこの辺、1991年私の生まれ年らへんの陶器の置物ですね。この辺を探していきたいと思います。10時まであと30分、このアーティストビレッジ内をお散歩したいと思います。なんかこの辺はもともとこの川沿いに製鉄所が建てられて、それで製鉄の村として栄えたらしいんですよね。でそこから19世紀の建物、こういう感じの赤レンガ、この建物を残しながらここにアーティストがたくさん住むようになったことでアーティストビレッジと呼ばれるようになったそうです。でも確かに本当にすごく気持ちいい場所だから、ここに住んでたら確かに創作意欲とか湧きそうだななんて思います。それぐらいなんか気持ちのいい場所ですね。入場しました。10ユーロのチケットも買ってパンフレットももらって、いざアンティークマーケットレッツゴー。速攻で見つけちゃった。ムーミンの置物。私が欲しかったスニフのマグ見つけた。絶対買おうこれ。45ユーロです。ムーミンの初代のマグも見つけた。これ昨年のフィンランド旅で買ったやつだ。マリボールも素敵なのがいっぱいあります。全部値段がついてるからいいね。検討してから買うって言いやすい。ムーミンパパの貯金箱かわいい。行ったらもうたくさん売ってる。ムーミンマグもいっぱい。
はい、お部屋に帰ってきました。楽しかったフィスカルス。朝早くから家出て移動がね大変だったんですけど、でもそれでも訪れてよかったなと思う場所でした。フィスカルスのその場所自体もとっても気持ちよかったし、なんといっても今日のお目当てのアンティークマーケットで大充実のお買い物ができたので、今日買ってきたものをご紹介していきたいと思います。まずはこちら、スニフのマグカップです。これはね、初代のスニフマグです。2002年から2008年に販売されていたものですね。今アラビアのお店に行ってこのスニフのマグを買うときは、多分ねこの青いスニフマグしかね売ってないと思うんですよ。はい。でこれ私持ってて、で私スニフがムーミンキャラの中で一番好きだから、その初代のバージョンのこの茶色いマグカップをねずっと探していたんですよ。でこれまでね3回フィンランドを訪れて、いろんなヴィンテージショップ回ってきたんですけど、このマグ出会えたことなくって、今回のアンティークマーケットで出会えました。はい、表面お金持ってるスニフで、裏面猫にミルクあげようとしてますね。かわいい。こちらはですね45ユーロでゲットしました。でこのプライスリスト、ここにはだいたい50から70ユーロで出回ってるって書いてあって、それよりも安く手に入れることができました。はい。で次もう一個マグ、こちらゲットしました。これはですね1991年から1999年までの期間に販売されていたムーミンママのマグです。ちょこちょこ絵柄が入ってるんだけど、全部ムーミンママなんですね、モチーフは。こちら160ユーロでゲットしたんですけど、市場では120から250ユーロぐらいの価格で取引されているみたいです。はい、あとこちら、じゃじゃん、ムーミンの陶器の置物をゲットしました。1991年のものです。そう、私の誕生年の置物。めちゃくちゃ状態いいです。これがね130から170ユーロぐらいで取引されてるみたいで、大きい方のムーミントロールの置物です。もう一個ちっちゃい方もあるみたい。これは160ユーロでゲットできたので、適正価格っていうんですかね、購入することができました。嬉しい。飾りますこれで。そして最後こちら、イッタラバードも購入しました。これは1999年から2009年頃のイッタラバードですね。緑ベースの胴体に頭が薄紫、そしてこの上の部分のところに黒っぽい感じの模様と、あとちょっとシルバーっぽい感じの光沢がある模様が入っています。こちらのイッタラバード、ちょっと一目惚れして220ユーロでゲットしました。いやでも昨日突然フィスカルスのアンティークマーケット行こうって思い立って、昨日の夜に列車のチケットとか買っていろいろ調べて行ってきたんですけど、そのフィスカルスに行くまでに乗り継ぎがあるので、ちょっと行くのめんどくさいなって思ったんですよ。ちょっとねもう行くのやめようかなって今日朝起きた時に思っちゃったぐらい腰が重かったんですけど、行ってみたらね本当に素晴らしい村だった。いやもうちょっといたかったですね。っていうかフィスカルスに泊まりたい。またフィンランド来た時はフィスカルスのエアビーかもしくはホテル借りて一泊したいっていうぐらい本当に平和で美しくて素晴らしい村でした。ぜひねこのアンティークマーケットがやってなくてもフィスカルスちょっとね遊びに行ってみてほしいなと思います。初めてのフィンランドだとちょっと行くのね乗り継ぎがあるので難しいかなと思うんですけど、2回目3回目のフィンランドに行かれる方、ぜひフィスカルス候補に入れてみてください。であとフィスカルスまで行く道のり、これ結構難しかったので、その詳しい行き方みたいなのは今私が書いてるこのフィンランド一人旅のジン、その中にまとめておきたいなと思ってるので、このアンティークマーケット行ってみたいなっていう方はぜひジンをね楽しみにお待ちください。いやもう最高だ、大満足。では今日はね朝早く起きたので夜ご飯を食べて、もうね8時前には寝ちゃいたいと思います。それではおやすみなさい。
はようございます。ヘルシンキに来て初めての週末です。今日は土曜日、今は11時ぐらいなんですけど、昨日がねちょっとデイトリップして疲れちゃったからちょっとゆっくり寝てゆっくり起きました。で、今日は午後3時から雨が降ってくるらしいので、それまでにちょっと活動的に行動したいなと思って、ヘルシンキの夏の週末といえばヒエハラハティマーケットの飲みの市ですよね。私行ったことないんですよね、今まで。夏にフィンランド行った時土日は被らなくって行ったことなくって、ちょっと昨日もアンティークマーケット行ったんだけど、今日も飲みの市でお宝探しをしていきたいと思います。で、今日は結構寒い、昨日より寒くって最低10度最高16度なんですね。で、今が最高気温で、窓の外から道行く人を眺めてるとみんな結構分厚めの上着着てて、なので今日もちょっと防寒して外出たいと思います。今日はベースレンジのサマーニットにヤヌークの黒デニム、そこにマリメッコの後ろに、ウニコ柄がプリントされているデニムジャケットを着ていきます。そこに私のブランドのヒンクヌンクのスウェードバッグ、こちらを持っていきます。はい、こういう感じで。で、あと今日飲みの市行くから、もしかしたらなんかね戦利品また見つけちゃうかもしれないので、こちら2日前ぐらいにヘルシンキ中央図書館オーディに行ったと思うんですけど、そこで買ったトートバッグ持っていきます。このなんかマークみたいなやつよく見るとオーディってなってるんですね。おしゃれ。ちょっといいものあったらここに入れて持って帰ろうと思います。では土曜日のヘルシンキ楽しんでいきたいと思います。行ってきます。Yes. From Lapland. 1 to 3 you take. 1 to 3. あ、可愛いこの横っぽいか。あ、これも可愛いね。これいいのかな。このボーダー。あ、これも可愛い。68ユーロ。ヨカポイカのシャツがいっぱい売ってますね。このバッグも可愛いウニコの45ユーロ。これ可愛い。これ欲しい、セットで。Ireland was, I think, a close second. For like now, obviously, there's varying experience, like years of experience and stuff like that. Se on nykyaikana vaan liian kallista. Sitä pitää olla niin halpaa. Ai tuonne päin. Se on ikävää. Thank you. ちょっと遅めのブランチ。こっちに来て初めてサーモンスープを食べます。パンもついてる。これはバター、あとはフレッシュオレンジジュース。寒いので温まりたいと思います。
と寒すぎてサムソーサムソーというね好きなブランドでちょっとセールのバッグからあったかい服を探したいと思います。でこれね可愛いんだよね。この真ん中が紐で結んであるトップス、このニット可愛い。これもあったかそうでいいね。これもいい。全部 50% オフです。かわいいムーミンアラビアのポップアップ。このクッキー型のセットめっちゃかわいい。私これ持ってるんですけどセットになって売ってるんだね。8ユーロです。あーかわいい。このタッチのトートバッグいいな。めっちゃかわいいんだけど、このスケッチっぽい感じのタッチ19ユーロです。この缶かわいい。大きいのもある。私このノルディックバディズのこのラインのスウェット欲しいんだよな。どこに売ってるんだろう。靴下かわいい。12ユーロです。かわいい。今日はねぼんやり霧がかったヘルシンキです。寒いけど昨日より風が強くないから体感はそんなに寒すぎるってほどではないですね。でもやっぱ夏にヘルシンキ旅行するときやっぱライトダウンとかあった方がいいんでしょうね。毎日コロコロ体感温度が変わります。カフェからトラムと電車を乗り継いでルオホラハティ駅というところに来ました。その駅から歩いてすぐのところにある K シティマーケット、こちらで買い物していきたいと思います。
ごいスキンケア用品から服、サプリ、そして奥には食料品という感じです。かわいい。なんかムーミンのバックパック売ってる。よく見たらミーのステッチが入ってる斜め掛けバッグとか、あと大きめの肩掛けバッグとかあります。かわいい。このムーミンシリーズのソープ、ハンド&ボディウォッシュ。これハンドサニタイザー 2.9 ユーロ。お土産とかにいいね。かわいい。かわいい。マリメッコのシール売ってるんだけど 1.9 ユーロ。1枚買おうかな。いいね。これちょっとジャーナルに貼ろう。ウニコ柄のボックス 8.9 ユーロ。組み立て式なんだ。2つ入ってるみたいです。黒とベージュ。かわいい。マリメッコのノート、ウニコのリングノートですね。分厚いのが9ユーロ、下の薄いタイプのは 3.9 ユーロです。ちょっと大きめのサイズのものは 4.9。 ムーミンのシーツも売ってます。しかもなんか安くなってるね。元値45から35ユーロに下がってます。種類も結構いっぱいある。マリメッコのホームコレクションも売ってます。このマグカップ9ユーロまで下がってます。これとかいいじゃん。黒のやつ10ユーロですよ。すごい。サウナグッズ売ってる。これあれですよね、ビフィタってやつ6ユーロ。バスローブとか、あとサウナ一式セットとか桶とか売ってます。日用品コーナーが終わって、こっちから食品コーナーに入っていくみたいです。なんかこの平たい桃が美味しいらしいんですよね。めっちゃフォロワーさんにこれ食べてくださいって言われるので1個買ってみようかなと思います。 3.9 ユーロ。買って食べてみます。フィスカルスで食べたマッカロがめっちゃ美味しかったから、お家で食べたいと思って買ってみます。どれがいいんだろう。種類ありすぎ。見た目で買うか。美味しそう。安くない？ 1.6 ユーロなんですけど、なんかすごいなくなってるんですけど、美味しそう。これにしてみようかな。オリジナルマッカラを食べるためのマスタードも買います。なんかこれがね一番有名らしい、トゥルクのマスタードで、このミエトって書いてあるやつがマイルドらしくて、マイルドなやつが欲しいから、マイルドって書いてあります。これにしてみよう。 1.55 ユーロ。イッタラとか売ってます。しかもこれ最近のラインじゃないですか。ウルティマツーレのグラス、赤い色がついてるけど20ユーロまで下がってる。こっちは29から19。キャンドルホルダーもなんかちょっと色がついてて、王道じゃないものは安くなってますね。赤いやつが15ユーロ、こっちの黒も15ユーロに下がってます。このシンプルな白いプレートとか10ユーロ。全部セールになってます。ボールもセール、小皿もセール、マグも。マリメッコのペーパーナプキンあんまりないわって思ったけど、こっちの方にたくさんありました。ここも全部マリメッコ。ヘルシンキ中央駅の K マーケットにはなかったような柄もたくさんある。ポストカードもいっぱい売ってます。この辺かわいい。2ユーロぐらいです。
夏だからかこの道沿いにちょっとした屋台があって、今日は天気がいいので外でアイスでも食べたいと思います。ルンルンでアイスを食べようとしたら財布を持ってないことに気づきました。歩いて部屋に戻ってきました。ちょっと財布をピックアップします。また財布持って再び外に出ます。なんかこういう本ミスすると一人旅の時めっちゃ落ち込む。自分の不甲斐なさを痛感するというか、自分の爪の甘さに愕然とするというか、まあでもとりあえず歩いて帰ってこれる距離でよかった。もうね、同じ場所に行くのはちょっとめんどくさいので、近くのカフェでまったりしたいと思います。泊まってるアパートの近くにあるアイスクリームスタンドにやってきました。美味しそう。これは今一番おすすめの商品って書いてあったんだけど、桃とドライラズベリーパウダー、そしてソルティキャラメルがかかったアイスです。いただきます。めっちゃ美味しいんだけど、ヨーグルトアイスだ、この白いやつ。それにシャリシャリの桃とラズベリーの酸味がめっちゃ美味しい。そこにソルティキャラメル、抜群の組み合わせ。ここ通っちゃいそう。美味しい。アルテックの店舗に来ました。これを買いに来ました。アルテックとムーミンコラボのスツール。
これをね今回の旅でゲットしようと思って彼とね話したので1脚買って帰りたいと思います。460ユーロです。座面とかあとは足の側面とかにムーミンのイラストが入ってます。めっちゃかわいいポットスタンド、17ユーロで黒もあります。この大きい方は鍋敷きに使えますね。で2つ買ってこういう風に置いたらめっちゃ可愛いよね。これ帰りに1つ買って帰りたいな。おはようございます。フィンランド2週目。今日は7月9日の水曜日です。今お昼ちょっと前なんですけど、今日めちゃくちゃ晴れてます。最高。4月1日からフィンランド来て、最初の1週間は結構寒かったり雨降ったりして、なんかあんまりね夏を感じれなかったんですけど、今日は雲一つない晴れなので外に出て日光浴していきたいと思います。とはいえ東京のように30度とかではなくって、今日の最高気温は19度です。結構過ごしやすい天気になってます。なので今日の服装はこっちに来て2日目ぐらいで購入したマリメッコのショート丈のシャツを着ていきたいと思います。中に T シャツをね着てるんですけど、こちらのショート丈にデニム、そしてこの私のブランドのスウェードバッグ、これを肩にかけて外に出たいと思います。ここに先週ヒエタラハッティの飲みの市で買ったムーミンのキーホルダーがついてるのがポイントです。嬉しいな、晴れなの嬉しい。フィンランドに住んでる人の気持ちがほんのちょっとだけわかるというか、せっかくの夏なのに寒くて曇ってたら本当にね気持ちが沈んじゃうんだけど、ちょっとでもこうやって晴れると本当に心が弾んで、もうすぐ外に出なきゃって気になるんですよね。多分外出たら街中で人がみんなね芝生とかで寝転んでピクニックしてると思うんだけど、なんかそういうことをしたくなっちゃう。なので私も今日は湖畔近くのカフェとかそういう感じでちょっと日光を感じられるオープンテラスのカフェに行って、ゆっくり書き物したりとかして天気がいい一日っていうのを思う存分楽しんでいこうと思います。では行ってきます。来ました。無地レストランの唐揚げ定食です。美味しそう。たくさん唐揚げ乗ってて、なんかソースがかかってますね。でご飯となんかなめこみたいな小さなきのこが入ってる味噌汁、ブロッコリーとおからかなの副菜、きゅうりとわかめ。いただきます。美味しそう。唐揚げ、うまい。これ唐揚げ、上のソース柚子だ。柚子ソース、これはいいわ。美味しいです。普通に
味噌汁以外は日本で食べる定食っていう感じ。いや美味しかった。次はこの冷たいうどんが食べたい。お腹がいっぱいになったのでちょっと無印もね見ていこうかなと思います。日本に売ってないアイテムとかあるのかな。これ多分フィンランド語だよね。このカンピショッピングセンターオリジナルのバッグみたいです。これかわいい。カンピ5 years って書いてある。めっちゃ大きいトートバッグもある。かわいい。34ユーロ。3種類あります。こういうの日本に売ってないですよね。ギモーブって日本の無印にも売ってるっけ。なんかいろんな種類あります。このラズベリー美味しそうだから買ってみようかな。ギモーブラズベリー。うわーこれありがた。フリーズドライスープ買おうかな1個。あこれにしよう。ほうれん草とキャベツの味噌汁。こんなポット、こんな色合いのポットって売ってるっけ日本で。かわいい。ダークブラウンとくすみブルー。なんかフィンランド産のものを無地がセレクトしたブースもレストランの横にあります。この辺サウナグッズかな。そうだこれサウナでお尻に引くやつ。あとこれいいね。あとこれいい。白樺のカゴ24ユーロです。半年前にレビーで食べたトナカイのスナックも売ってます。 25g で 7.9 ユーロ。トナカイ肉のソーセージも売ってる。面白い。こういうのはちょっと日本に持ち帰れないとは思うんですけど滞在中に食べてみるのはありですよね。これ買います。なんかカンピの前の広場でちょっとした市場がやってます。お菓子売ってたりとか。これなんだろう。お菓子だよね。美味しそう。あお花飾りたいな。3束買ったら10ユーロとかそういう感じ。湖畔のカフェでブルーベリーパイ、カスタードソースかけてもらいました。あとはストロベリールバーブレモネード。おはようございます。連日外出続きでさすがに疲労も溜まってきたので今日は一日お家でゆっくりしようと思うんですが、ちょっとランチだけねテイクアウトして部屋で食べたいと思います。でアパートから歩いて10分ぐらいの距離に美味しいハンバーガー屋さんがあるらしいのでそこに行ってみたいと思います。
おいしい。今日はストロベリーとココナッツフレークと蜂蜜トッピングにしました。おはようございます。7月11日の金曜日、今は12時24分です。昨日ですね、ちょっと疲れが溜まってきたなと思って、こっちに来てもう10日ぐらい経って、毎日ね、どっか行ってたから、疲れ溜まってきたなと思って、昨日は一日お家でゆっくりして、そしたらゆっくりしたからか、体が休むモードに入っちゃって、もう昨日の夜からね、結構だるいなっていう感覚に陥り、今日ね、全然起きれなくて、ほんとさっき起きました。本当は今日はね、ポルボっていうところに日帰りのデイトリップに行こうと思ってたんですけど、ちょっとね、行けなかったですね。まあでも今日ね、天気があんまり良くなくてっていうか、一日中曇りでちょっと肌寒いので、まだまだフィンランド旅あるので別日に移して、今日は疲れが溜まってきているっていうことで、お家で日本食を食べたくて、近くにある東京館っていう日本食のスーパーみたいなところに行ってきて、うどんなのかそうめんなのかそういうものとか、あとなんかカレーのルートがあるらしいので、そういうのをちょっとね買いたいなと思っています。あとお米とかね、すごいなんかこっちに来てもう10日も経ってフィンランドに来たっていう興奮はある程度収まって、でそこから毎日何しようかなっていうフェーズに入ってるんですけど、なんかもうここにいることが当たり前になってきて、こうやって12時ぐらいから行動することとかあるので、なんかちょっともったいないなって思う瞬間もあるんですけど、でも逆にこうやって自分の好きなタイミングで自分のペースで外に出れたりとか、明日何しようかなって決められることこそが今回の旅で私が求めていたものなんじゃないかなって、今までのフィンランド旅とはまた違った充実感をね感じてます。東京館やってきました。すごいカレールートがめちゃめちゃいっぱい種類あるんですけど、まだ 6.2 ユーロなんで、割高でありますが、ちゃんとバーモントカレーとか買えるのめっちゃいいですね。お寿司作るための寿司酢とかもある。醤油も減塩のもあるし、大きいのから小さいのまでいっぱいあります。お米買いたい。これちょうどいいかも。11ユーロ。パックのご飯は1個 3.4 ユーロなんで、こっち買った方がお得っぽいな。450グラムで、これ150とかでしょ。200か。2個買ってパックの方が安いか。やばい、納豆があります。しかもおかめ冷凍の 4.9 ユーロ。お漬物とか、あと味噌とかあります。梅干しとか、ポカリいいな。2個で5ユーロ。奥に食器とかある。すごい寿司だるとかあります。包丁とかも売ってるんだ。日本っぽいおちょことか売ってます。着物も売ってる。さっきね、パックの方がこれより安いんじゃないかって思ったんだけど、値段見間違えてて、どう考えてもこっちの方がね安かったので、お米炊きたいと思います。これ 450g で5ユーロだった。ちょっと重いので一旦部屋に置きに帰ろうと思います。デザイン美術館とか、あとヨハネス教会のあたりのアパートに宿泊してるんですけれども、すごく立地が良くて、どこにでも歩いてね行けちゃうんですよね。この東京館も歩いてすぐだし、あとはヒエタラハティの飲みの市も歩いて行けるし、もちろんヘルシンキ中央駅も歩いて全然行けちゃいます。なのであんまりトラムとかね電車乗ってなくって、今 HSL の乗り放題券みたいなやつ13日間分買ってるんだけど、ほとんど乗ってないから、後半はトラムとか電車乗るたびにチケット買った方が安いんじゃないかなって思って、ちょっと見直してみようと思います。駅でお水買って、今からバスに乗ってマリメッコのバンタ空港近くのアウトレットに行きます。バス停はヘルシンキ中央駅のすぐ横で、たくさんねこうやってバスが止まってるからすぐわかると思います。いろんな行き方あるんだけど、バスだと1本で行けるのでバスで行きます。7番のバス停から出発です。
バスで1時間ぐらいかけてバンタ空港近くのマリメッコのアウトレット付近にやってきました。バス停から歩いて10分ぐらいでアウトレット店が入ってるショッピングセンターみたいなところに着けるみたいです。でここのアウトレットはゾーン B の範囲なので HSL チケットゾーン AB のやつを持ってればここまでね来れそうです。いつもねマリメッコ本社のアウトレットに行ってて、また違うアウトレット行きたいよっていう方はありかも。どんなのがあるのか見に行っていきたいと思います。マリメッコ本社よりかは大きくないけど結構珍しい洋服がいっぱいあります。これ見たことない。めっちゃ可愛い。185ユーロで、これの黒も可愛いね。黒トップス30ユーロだ。このボーダー超可愛いね。これ40ユーロ。こういう落ち着いたカラーも売ってます。サイズ別に分けられてるのもめっちゃありがたいですね。可愛いのいっぱいある。水着もある。サウナ入る時とかに持ってくるの忘れちゃったらこういうところで買ったらいいですよね。上が35で下が20ユーロぐらいだから上下合わせて50ユーロぐらいで水着ゲットできます。ダウンも売ってる。300ユーロ。スウェットもこれ結構新しいラインのやつだと思います。120ユーロです。いいね。なんか小さいけど掘り出し物があるって感じで本社のアウトレットよりも好きかも。品揃え的には。50% オフ。いちごのオーナメント 50% オフになって50ユーロってことなのかな。いや50ユーロは25ユーロまで下がるわ。プラスエクストラで22まで下がりそう。ムーミンマップ 60% オフ。ちょっと大きいサイズのやつだ。グラスもあります。マリボールも緑から黒白まで。これとかめっちゃ可愛い。クリアもあります。ヴィンテージもたくさん。青い方のカップ&ソーサーは 4.9 だけどこっちは 3.2。 欲しくなっちゃう。この家で使ってるこのグラスもめちゃくちゃ安くなってるし 40% 最大 50% ぐらいになります。だからこのグラスは29ユーロなんだけど16ユーロぐらいまで下がります。このクリアのね使いやすいカラーのやつも最大19ユーロまで下がります。お皿もいろんなサイズで取り揃えてある。めっちゃいいね。夜ご飯作ります。夜ご飯作ると言ってもご飯炊いて納豆とお味噌汁用意するだけなんですけど、なんか昨日からちょっと胃もたれしてて、ちょっともうご飯と味噌汁と納豆だけ食べたいっていう今マインドなので、ちょっと質素なんですけどそれを夜ご飯にしたいと思います。で今日東京館っていうね日本食をたくさん扱ってるなんか専門ショップみたいなところに行ってきて、日本食をねたくさんゲットしてきたので、これからねフィンランド行こうとしてで長期滞在で自炊したい、日本食食べたいっていう方もいらっしゃると思うから、だいたいこれがいくらぐらいかかったよっていうのを皆さんにレシート見ながらシェアしていきたいと思います。まずはお米こしいぶき 450g ですね。 5.5 ユーロ。カレールー3.5 ユーロですね。小さなカレールー。納豆、こちら 4.9 ユーロですけど買いました。冷凍餃子も買いました。30ピース入ってるんだけど味の素の冷凍餃子です。こちらの冷凍餃子は 9.9 ユーロ。高すぎ。でもこれ冷凍だから好きな時に食べれるので、ちょっとお腹空いたなみたいな時の夜ご飯に食べたいと思います。あとは餃子食べるので味ぽん 5.89 ユーロ。ちょっと使い切らなかったらこのエアビーのオーナーさんに聞いて残して帰ろうと思います。あとはどん兵衛。
ちょっとどん兵衛1個買っちゃいました。なんかね、やっぱここに来て10日ぐらい経って結構なんか体力的にしんどい日があって、もう何も作れないみたいな時がねあるんですよ。その時の救世主としてちょっと1個だけ買いました。4.9 ユーロです。はい、これはもう本当に最後の手段で食べたいと思います。あとは飲み物かな。ポカリ買いました。2つで 2.8 ユーロです。ちょっとなんか安くなってた。これもちょっと体調悪くなった日にポカリ飲みたいってなるから買っときました。あとはもうどうしてもなんかお茶飲みたくなっちゃって、多いお茶 2.45 ユーロ。最後これも買っちゃった。オロナミン C。フィンランドでオロナミン C に出会えるんだと思って感動してちょっと1本手に取ってしまったんですけど、こちら 2.6 ユーロ。まあ、そんな感じで冷凍食品とかお米、あとはドリンクとかを買って 44.92 ユーロですね。もう日本円にしたら今だと7000ちょいとかするのかな。まあ高いですけど、長期滞在する時にはやっぱりどうしても日本食がね食べたくなってしまうので、まあ必要経費かなと思います。毎日パンとかサーモンスープだとやっぱりいつもの食事じゃないから、なんかもう胃がなんか気持ち悪くなって、そこからなんか体調悪ってなっちゃうので、ちゃんと自分でご飯炊いて、時には日本食を挟んで、でフィンランドの料理も楽しむみたいな感じで体調よく過ごせるように必要だったので買いました。じゃあ今から夜ご飯作って食べたいと思います。納豆神。おはようございます。今日は天気がいいのでデイトリップに行きます。今からタンペレの方に行くんですけど、タンペレは今日はね日中27度まで上がるみたいなので、やっと夏日を感じられそうです。サウナとか行っちゃいたいと思います。では行ってきます。Sauna-aikataulun mukainen saapumisaika on kello 13.22. タンペレ着きました。タンペレはねサウナのメッカでもあるので、ちょっと一日楽しんでいきたいと思います。で今からプーニッキ展望台というところに行って、そこの名物の、ね、ドーナツを朝ごはんに食べたいんですけど、そこまで歩いていきたいと思います。ここ懐かしい。ここのビュッフェマジ美味しいんだよね。では向かいたいと思います。もう少しでプーニッキ展望台に着きます。展望台まではトラムでねすごく近くまで行くことができるんですけど、このタンペレで使えるニュッセっていう、公共交通機関がね乗れるアプリ、それをダウンロードしてデイチケット買おうとしたんですが、今ね持ち歩いてるのがマスターカードのデビットと、あとアメックスのカードなので決済できなくて、ビザかマスターカードしかね使えなくて、でクレジットカードのビザがね今アパートにあるから、とりあえずプーニッキ展望台までは歩いてるんですが、帰りはねちょっとウーバー使おうかなと思います。なので旅に行く前は HSL とかタンペレ行くときニュッセのアプリダウンロードしてクレジットカードまで登録しておくのをおすすめします。
美味しすぎる。これ美味しすぎる。タンペレの市内の方に戻ってきて、これからサウナに行くので、なんかピクニックマットみたいな、サウナ後にピクニックできるマットを買いにソコスに寄ってみたら、マリメッコのブースでウニッコのキャンドル発見。めっちゃ可愛いんだけど買っちゃおう。赤、緑、ピンク、白があります。わあ、オールドマーケットホールのストーリーというお店でストーリーズミートボール注文しました。これ美味しいんだよね。以前も食べて美味しかったのでリピです。ミートボール5つ、その下にマッシュポテト、ベリーとキュウリ、あとはストーリーズアイスティーラズベリーです。
すごいカルダモンがいろんな粒の大きさで売ってる。面白い。おはようございます。なんか3日前ぐらいから急にヘルシンキに夏がやってきて嬉しくて夏服を着ました。今日は黒のフレンチスリーブのトップスにマリメッコのウニッコのスカートです。そこにピンクヌンクのトートバッグ紫の方をね持って出かけたいと思います。いや本当はね今日一日中家にいようかなと思ったんだけれども、あまりにも天気がいいから、天気がいい日はね外にちょっとでもいいから出たくなっちゃうから、ちょっと行ってきたいと思います。では行ってきます。マリメッコ来ました。もうさ 50% からさらに 20% 値引きされるみたいで、100ユーロだったら42まで下がります。めちゃめちゃ安いじゃん。ちょっとチェックしていこうと思います。これつい最近のコレクションのじゃん。ちょっとピンクで派手っていうので下がってるのかな。でも可愛いですけどね、シャツとか。この赤いドレスも可愛い。これも 70% オフです。デニムもあるじゃん。デニムも 70% オフ。まさかこのラインも、そうだ、これも 50% オフだね。これとかすごい使いやすそうなシャツワンピース。やばい、この辺のポーチも安くなってます。 40% からさらに 60% オフ。23ユーロだから14ユーロぐらいになります。トートバッグもセールです。最大 60% オフ。7月の中旬になると夏の最後のサマーセールやるっぽいんでお買い得ですね。
暑いからファッツェルでケーキとジュースでも飲もうかなと思ったらとんでもないものを発見してしまったので頼んでみました。ファッツェルムーミンっていうメニューがあったんですけど、一番下にキャラメルソースがあって、その上にたっぷりのバニラアイスクリームとストロベリーアイス、そして上にスプリンクルとファッツェルのムーミングミ、そしてワッフルコーンが乗っためっちゃ可愛いパフェがあったので頼んでみました。9.5 ユーロなんですけど、今日すごく暑いのでこれ食べて涼みたいと思います。めっちゃ量多いけどアイスとかめっちゃ美味しいから食べれそう。美味しい。シナモンロールを作るためのちょっと伸ばす棒みたいなやつ買いに来ました。これいいね。これ一番安いしフィンランドブランドっぽいマークついてます。7ユーロ。ムーミンの型がいっぱい売ってて、スナフキンとかムーミンママとかの小さいやつも売ってるんだけど、ここはこんな大きいサイズのも売ってるんです。かわいいよね。スニフお土産に買って帰るのにいいかもしれないですね。
おはようございます。今日も朝からめちゃくちゃいい天気だから、これからソーメンリンナ島に行きたいと思います。ヘルシンキのマーケットプレイスのあたりから船が出てて、10分20分ぐらいで到着する島なんですけど、そこで天気いいのでピクニックしたいと思います。で今日は、すごくラフな格好してて、上は昨日買ったサムソーのアイスクリームプリーズティーです。これ後ろが可愛いんですよ。見えるかな。アイスの絵が入ってます。そこに日差しが強いから帽子とマリメッコのデニム、そして、ソーメンリンナ島は結構なんか足元悪いらしいのでハイキングシューズ履いていきます。でバッグはちょっと前にムーミンショップで購入した時にもらったノベルティのトートバッグ、80周年のやつですね。ここにお水入れて、タオルも持ってきます。そこに、昨日自分で作ったシナモンロール入れていきます。マリメッコのペーパーナプキンも入れてね、詰めて持っていきます。あとは乗り場近くのマーケットでイチゴとか買えたらイチゴ買ってソーメンリンナ島行きたいなと思ってます。では行ってきます。いちご買ってソーメンリンナに行きたい。この詰め合わせミックスボックスとかいうの美味しそう。あ、これ食べたことある。スナップエンドウ美味しいですね。1カップ7ユーロ。平たい桃も売ってます。今日は天気がいいからかすごい人がたくさん。ハンバーガーとか20ユーロ前後でトナカイ肉とかサーモンのステーキとか。Enemmän, jos tekin osallistu bileisiin, niin se on joku hujaus. Kiitoksia.ソーメンリンナ島着きました。さすがお天気もいいので人がいっぱいです。この島に何もないのかなとか思ったらちゃんと K マーケットとかあるので、もしお水とか買い忘れたらここで買って散策できますね。でちょっとなんか広くてどっちに行ったらいいんだろうね。こっちに行くか。特に何も目的はなく来たのでふらふら歩いてどこかでピクニックしたいと思います。かわいいカフェが、木陰にテラスがあったりして気持ちいい。ここはやっぱお天気の日に来るべき場所だね。あ、最高。いや、ソーメンリンナ島広い。あてもなく歩いて、で今パッと地図見たら近くにキングスゲートっていうところがあるので、そこ行ってみたいと思います。
Että se pimeämmin sinne pitää.楽しかった。2時間ぐらいゆっくりしました。結構広いからゆっくり見て回ろうとするなら1日ぐらいやっぱり必要かも。で日差しも強いしあんまり木陰がないので暑くてちょっともうアイスクリームプリーズって感じなのでアイスクリーム食べて帰ろうかなと思います。Ja katsotaanpa mikä tuolla on. Ton nimi on Vispilä. Se menee Korkeasaareen. Ja katsokaa, sinne menee tuollainen punainen pyörä.ヘルシンキからタピオラ行きの電車に乗って3駅ラウタサーリという駅に着きました。この辺は住宅街っぽくて自然もたくさんあっていい感じの街です。徒歩3分のカフェに行きます。Moikka, mukava päivä. Joo. Kahvia. Ja tommonen. Näyttää sitä vaan niin, joo.ヘルシンキ中央駅付近にあるオーガニックショップみたいなところに来ました。手前が食料品で奥がスキンケア。
見つけた虫除けスプレーカット、多分ダニ、これ買おう。15ユーロです。このシーズってブランドめっちゃいい香りなんですよね。シャンプーとか、これリップバームだって。これ固形石鹸かな。メイドインフィンランド。ボディクリームはこれにしようかな。やっぱりシーズの匂いが好きなので。ラベンダー&オレンジハンド&ボディローション27ユーロです。小さくて持って帰りやすい。お寿司が食べたくて春寿司にやってきました。ビュッフェ形式のレストランなんですけど、なんかサーモンがね美味しそうで、炙りサーモンとサーモン、あとこれはツナマヨかな、あとこっちは多分キムチ軍艦、あと他にもサラダとかあってお味噌汁もあります。いただきます。想像以上に美味しい。お寿司食べたくなったらここおすすめ。アパートの近くのカフェバーナインというレストランでランチです。ここ名物のレモンのクリームパスタ、これが食べたくて来ました。でなんか Google マップですごいボリュームが多いって聞いてたので、量を少なくできますかって聞いたらハーフサイズにしてくれて、値段もちょっと安くなりました。ありがたい。今日は天気がいいのでテラスで食べたいと思います。いただきます。美味しそう。美味しい。酸味がすごいくどくないからさっぱり食べれる。おはようございます。今日は7月の18日です。金曜日ですね。今週の週末はこのヘルシンキからちょっとだけ外に出てエスポーというところにあるコテージに行ってきます。夏のフィンランドといえばね、コテージに泊まって自然の中でゆっくり過ごすっていうのが定番のフィンランドの人の過ごし方らしいんですけど、こちらもエアビーで来る前から目星をつけていたコテージに泊まりに行きたいと思います。ちょっと都会からエスケープして自然たっぷりの場所でこの夏のフィンランドを余すことなく楽しんでいきたいと思います。で今日3時からチェックインなのでまだ午前中はちょっと時間があるから、今からこの近くにあるおにぎりむすびというおむすび屋さんに行ってきたいと思います。
最高です。楽しみ。おにぎり一つ持ち帰りました。めっちゃ美味しかった。もう味噌汁飲んだ時本当に感動した。いやめっちゃ美味しい味噌汁とおむすび食べれるから、ちょっと日本食恋しくなった時にめっちゃおすすめです。滞在中にもう一回行っちゃいそうなぐらい、なんかすごく日本を感じられました。束の間の心もお腹も満たされたので、コテージに行く準備したいと思います。コテージの最寄りのソーカという駅に着きました。ここからバス、そして歩いてコテージに向かいます。あと15分ぐらいで着けるかなと思います。荷物が重くてここまで来るの結構きつかった。コテージの近くまで着いた。森の中を行きます。なんかヘルシンキよりちょっとだけ涼しいかも。どんな感じのコテージなんだろう、楽しみです。着きました。私が3日間過ごすコテージ、めちゃめちゃ可愛くて最高なので、簡単にルームツアーしたいと思います。まず玄関入ったら左手側に小さなキッチンがあります。全部が赤で統一されてて、食器とかミトンとかも全部赤でとっても可愛い。その奥にはシャワールームがあって、シャワーとトイレ、そしてなんとサウナついてます。個室サウナです。最高すぎで、奥に入っていくとテーブル、そしてソファーとベッドです。そしてなんといっても最高なのがこの先の景色です。テラスあって、そしてもう目の前が湖、最高。ちょっとこの奥の方に桟橋があるから、そこから湖に入れるみたいです。いやちょっと最高すぎる。来てよかった。やっぱりコテージ予約してよかった。たった1時間でこんな自然いっぱいなところに3日間もいられるなんて本当に最高です。もうここでね、ずっとひたすら過ごして、もう何もしないんだ、何もしたくないっていう3日間を過ごしたいと思います。ではとりあえずちょっと街に出て食材を買って帰ってくると思います。帰ってきた。もうほぼ3日分の食料を買ってきました。こんな感じでムンキっていうドーナツだったりとか、あとちょっと大きいんだけど食パン食べたくなっちゃって、こっちは食パンでしょ。野菜、玉ねぎとかじゃがいもとか、あとサーモンスープ作りたいのでディル買いました。めっちゃいっぱい入ってるんだけど使い切れるかな。あと卵でしょ、ソーセージ、あとサーモンスープ用のサーモン、あとお魚のブイヨン、
サーモンスープ用に使うらしいです。とサーモンスープ用のクリーム、ちゃんとねサーモンスープの絵柄が入ってるのでこれで合ってると思います。バターとピザ、あとこちらブルダックポックンミョン、ラズベリー、あとはおやつのポテチとかクレープみたいなやつ、これなんかフィンランドの人よく食べるって何かで見たので買いました。とあとなんかクレープにかけたいなと思った、なんだろうこれバニラカスタードみたいなやつ、ヨーグルト、あとアイスでしょ、ブルーベリージュース、これで全部で55ユーロぐらいでしたね。これで3日間ここから出ずに生き延びられるかなと思います。なんかちょっと怖くなっちゃうぐらい静かなんだけど、窓開けたら鳥の声がたくさんするから、寂しくなったら外出て鳥の声に癒されたいと思います。それでは夏のコテージで3日間楽しんでいきたいと思います。今夜の9時前なんですけど、サウナの準備ができたのでサウナに入りたいと思います。でこのサウナハニーをねヘルシンキで買ったんだけど、これなんかサウナ上がった後のシャワーの後に使うのかなと思いきや、サウナ入る前にこのサウナハニーを体にすりつけて、でサウナ中に肌になじませて最後洗い流すというやつらしいです。なのでサウナ入る前にこれ塗ってから入りたいと思います。
なんかここのオーナーさんのおじいちゃんとその息子さんが桟橋のはしごを取り替えてて、今もう足場がすごく頑丈になったから安心してみたいな感じでそんなこと言って去っていったんですけど、どうなってるのか見に行ってこようと思います。本当だ、新しいはしごが取り付けられてます。でもさ、ここさ入れるのかしら。もうすごいんだよな。全然こういう感じでも泳ぐのかな。後で入れたら入ろうと思います。今家の周辺散歩してたら見つけたんだけど、これラズベリー、ラズベリーっぽいね。もうちょっとしたら食べ頃になりそう。最高、のんびり、本当に可愛いお家。
サウナに入ってもう寝るだけなんですけど、今ベッドで日記を書いています。このコテージで過ごす週末、今日で最後となりました。いやー、もう本当に来てよかったです。ここに私の理想の夏のフィンランドというのがここに詰まっていました。ここに来てね、何か生産的なことをしたわけでもなく、何かを生み出したわけでもない、ただご飯作ってサウナ入ってハンモックに揺られただけの3日間だったんだけど、なんていうか生産的に過ごした一日とはまた違った充実感を感じることができました。とにかく静かなんですよ、この場所は。この部屋の中にいたらもう本当に鳴ってる音といえばこの時計の音ぐらい、カチカチカチって音。寝る前とかはもっと静かになるので、布団の中に入ったら自分のトクトクトクっていう心臓の音が聞こえるので、最初1日目とか結構怖くて、自分の心臓の音とかってあんまり気にしたことないじゃないですか。だからすごく今ここに一人ぼっちなんだと思って怖くなったりとか、不安に襲われて一人なんだっていうことをすごくしみじみと実感して、突然孤独をね味わって怖かったりもしたんですけど、でもその自分の心音とかをよくよく聞こうとしてみると、なんか言い方変ですけど、なんか生かされてるんだって思って、この心臓が動くうちは何だってできるよなって思ったりして、不思議と力が湧いてきたというか、なんか不思議となんかそういう気持ちになって、そこからはあんまりこの静けさとかが怖くなくなって、むしろこの本当に今ここに一人ぼっちなんだっていうその状況を楽しめるようになりました。なんか本当に夢みたいな3日間を過ごしました。で、外の景色は本当に美しくって、どの時間もねずっと綺麗で、こういうのが私の憧れの暮らしだなって思うんですけど、でもこれが日常になったら、こういう景色とかこの場所が当たり前になって、毎日そんなにこう感動しなくなったりとか、もっと他にいい場所があるんじゃないかって思ったりしちゃうのかななんて思ったりして、実際に私も3日間ずっとこの家にいるから、この景色がちょっとずつ見慣れてきちゃっててたった3日でもそうなってるから、多分だけど私が日本に帰って自分が生活してる範囲で見えてるもので、形は違えどなんか美しい瞬間とか素晴らしいものってたくさんあるはずなのに、それが当たり前になってその美しさに気づけてなくって、ちょうど今ムーミンの小説読んでるんですけど、ムーミン谷の彗星でね、結構冒頭の方でムーミントロールがニョロニョロはどこかにある憧れの地を目指してるんだけど、どうしてもたどり着けないんだってっていうセリフがあるんですけど、人ってこうやってずっとこういう場所が憧れの地だと思ったりしながら、また別の素晴らしい場所があるんじゃないかって探し回って、今目の前にある美しいものを見落として、あるかわからない遠い先の美しいものを目指してしまうんだなって、そんなことを考えたりしながら3日間過ごしていました。だから私は最後の最後までこの場所で過ごした3日間をしっかりと記憶に残したいと思って日記をしたためています。毎日書いてるんですけど、特にここにいる時間で考えたこと、感傷に浸ったことっていうのはしっかりと書き留めて忘れないようにしたいなって思いました。
おはようございます。今日は7月22日火曜日です。ここね1週間ぐらいずっと暑かったんですけど、今日は少しだけ肌寒いのでマリメッコのタンクトップの上にウニック柄のシャツを羽織って出かけたいと思います。そこに持っていくのはピンクヌンクのトートバッグ、茶色の方ですね。この取っ手のこっちが水色なので色合わせてこんな感じで持っていこうと思います。今日はこの後お昼ご飯を食べに行って、この周辺のアンティークショップをねちょっと巡っていきたいと思います。週末にコテージに泊まった時にコテージに置いてあった食器がアラビアのものだったんだけど、すごいなんかメルヘンなね花柄があしらわれたこういうプレートがねいっぱい置いてあって、それがねなんかすごく可愛くて、私もねそういうの欲しいなと思ったので、そういうアラビアのコテージにあったような花柄の食器とか、あとはマリボールもねたくさんそのコテージに置いてあって、それもすごく可愛かったので、私マリボール1個も持ってないから、今回の旅の記念にどこかでマリボール見つけれたらいいなと思って、ちょっとそういうのをね探しにこの周辺と、あとヒエタラハティの方を巡っていきたいと思います。では行ってきます。駅近のシティセンターの中にある中華料理屋さんでランチビュッフェです。15ユーロでサラダバーもついてます。中華料理食べたかった、めっちゃ。
アンティークショップ。はい、帰ってきました。今日ね、買ったものがいろいろあるのでご紹介していきたいと思います。レトロのみで、いくつか気になったものを購入してきました。こちらはじゃん、2011年のムーミンマグですね。ストックマンっていうデパートがヘルシンキにあるんですけど、ストックマンのデパート150周年を記念して作られたマグです。これのね、なんかこのピンクとかね、青で描かれた大きなイラストも可愛いんだけど、その横にこうちまちまといるこのキャラクターのタッチが可愛すぎて買いました。あとは、はい、可愛い初期の頃のスニフのボールです。こういう感じで絵柄がねぐるっと入ってるんですけど、全部スニフ。これをなぜ買ったのかというと、フィンランドに来て5日目ぐらいにフィスカルスというところの大きな飲みの市に行ってきたんですよ。その時にこちらのスニフの初代マグ、これをねずっと探してたから、これを見つけて買って帰ったんですけど、これのボールバージョンを今回見つけたので、もうこれはセットで買って帰らないと思ってこちら買いました。で、最後レトロのみでゲットしたのはこちら、マリボールです。マリボールのピンクを購入しました。すっごく可愛い明るめのピンクですね。で、やっぱりレトロのみのショップのものの状態の綺麗さだったりとか、ディスプレイの仕方が本当に好きだから、やっぱり好きなヴィンテージショップでマリボール買いたいなと思って、レトロのみの中にもいろんな種類のマリボールがあったんですけど、このピンクのものが目に入ったのでこちらを購入しました。はい、そんな感じで今日の戦利品はこちらの3つです。で、アラビアのね花柄のお皿はなかなか見つからなくて、この後もいろいろ見て回って買って帰れればなと思ってます。今日は天気がいいのでポルボーに行ってきます。今日のコーディネートはマリメッコのワンピースです。アーティストコラボのものですね。そこにヒンクヌンクのスウェードバッグ合わせます。近くのカンピショッピングセンターからバスで1時間程度だそうです。バスはこちらのオンニバスというサイトから予約しました。ポルボーまで往復19ユーロぐらいです。こんな感じでチケットが送られてくるので、バス停に行ったらこのメールを見せればいいそうです。かわいいジブリの街みたい。黄色、緑、赤、いろんな色の壁のお家にお土産屋さんとか、あとはカフェがずらっと並んでます。あ、これ後で行きたいとこだ。有名なカフェ。最初にちょっとアンティークショップ行きたいと思います。
かわいい。他のアンティークショップで見なかったようなもの結構いっぱいある。これはアラビアかな。このお花かわいい。18ユーロ。アラビアだ。かわいい。コテージで使ったやつに似てる。これありだな。深皿と小さなお皿。アラビアとか行ったらのものとかはもちろん、そうじゃないヴィンテージのものもいっぱいありますね。結構和風っぽいやつとかイギリスっぽいやつとかいっぱいあります。こういうオレオのマグカップとかもある。かわいい。何これ珍しい。初めて見た。1995年から2005年のムーミンのミルクジャー。かわいい。これレコードも売ってます。あとムーミントロールの初期の置物もここいっぱい売ってる。小さいサイズも売ってます。98ユーロ。ムーミンショップで私とそして彼のお土産の T シャツ買っちゃいました。86ユーロです。Vahtiko Runebergin tolkku kahvia? Olisitko halunnut sellaista vai menenkö talon kahvilla?カフェフェルミでお茶休憩です。このカフェ名物のルーネベリーケーキとあとオリジナルのティー頼みました。中庭があっていい感じです。ちょっとのんびりしたいと思います。いただきます。美味しい。これ生地に何が入ってんだろう。なんかシャリシャリしたスパイスっぽいの感じると思ったら、これ生地の中に砕いたジンジャーブレッドクッキーが入ってるらしい。美味しい。カフェヘルミで飲んだ紅茶が美味しかったので、その隣にあったティーギャラリーに寄って同じものを買おうとしたんだけど、このねポルポーブレンドが一番人気だよということで、香りを嗅いだらねマンゴー系のいい香りがしてとっても美味しそうだったので、こちらを買ってみました。9.6 ユーロです。川の反対側から見るポルボーの旧市街がとっても素敵です。川沿いには赤い倉庫が並んでて、これがポルボーを象徴する、景色なんですけど、ポルボーはかつて貿易の町として栄えていて、この赤い倉庫はかつては香辛料とかワインを貯蔵するものだったらしいです。でこの倉庫が赤いのは18世紀にスウェーデン国王がこの地を治めていたということで、その国王に敬意を示して赤に塗られているそう。だからちょっとフィンランドなんだけどフィンランドじゃないようなそんな景色ですね。とっても可愛くて素敵です。車で1時間でこんな可愛い街に来れるなんてすごく楽しいショートトリップです。ちょっと暑すぎてアイス休憩です。シチリアレモンのジェラート頼みました。あとはオレンジジュース。いただきます。
こんにちは。今日は7月24日木曜日です。ちょうど1週間後、7月31日にフィンランドから日本に帰ります。もう残り1週間になってしまいました。早かったような、長かったような、帰りたいような、帰りたくないようなみたいな、なんかすごく複雑な気持ちですが、ここから残りの1週間、余すことなくこのフィンランドでの生活を楽しんでいこうかなと思います。今日はロンナ島にあるサウナに行ってきます。少し前にスオメンリンナ島に遊びに行ったんですけど、スオメンリンナ島に行く間に小さな島があって、その島の一つがロンナ島っていうんですけど、ロンナ島は夏の期間しかオープンしない島だそうで、そこでは夏限定のサウナを体験しに行ってこようと思います。マーケットのところにあるフェリー乗り場からロンナ島に行くんですけど、そのフェリーに乗って島に行ってサウナを2時間予約してますので、サウナに入って、海に入ってまたサウナに入ってっていうのを楽しんでいきたいと思います。はい。ロンナ島行きのフェリー乗り場はスオメンリンナ島のフェリー乗り場の隣、この小さな小屋が目印です。ここからロンナ島に行きます。10分ぐらいここから。ネットでチケットを予約しておきました。往復で9ユーロ、時刻表もネットで確認できて、私はこのマーケットスクエアからロンナ島、ここを目指します。フェリーに乗ってロンナ島に上陸しました。ここでこれからサウナ2時間体験していこうと思うんですけど、3時半から2時間の枠を予約しています。1枠ね12人しか入れないサウナで予約が必須なんですけど、1週間前ぐらいに予約を取ってやってきました。受付したらカゴとサウナマットと、あとはお水飲む用のグラスとロッカーキーもらいました。
今日のコーディネート。今日も暑いのでカンピショッピングセンター内のアンドストーリーズというお店で買ったノースリーブ、ハイネック気味でサイドのところのギャザーが可愛い大人っぽいノースリーブと、下はデニム、そしてバッグはヒンクヌンクのスウェードバッグです。このバッグ大活躍。やっぱ肩掛けもできて斜め掛けもできるこのぐらいの大きさのバッグって街歩きに最適です。今日はこの辺をプラプラして帰ってこようと思います。行ってきます。美味しい抹茶ラテ。ムーミンショップにお土産探しに来ました。これかわいい。このノルディックバディーズのこのムーミンの曲、これ欲しいな。29ユーロです。80周年のグッズもかわいい。緑とピンクなんだね、配色が。鉛筆、コーヒー豆も売ってます。もちろんムーミンマグもたくさん。こういうカラフェとかグラスもあります。このミトンかわいいね。かわいい。80周年のムーミン缶、中にクッキー入ってます。これめっちゃかわいい。このブレスレットとかキーホルダーチェーンにこの小さなチャームをつけれるっていう感じなんですね。1個4ユーロ。フィンランド国旗とかある。スニフもいる。かわいい。もう全部つながってるやつも売ってます。3個セットのもある。一旦アパートに帰って夜ご飯を作って食べて、今7時なんですけど、ちょっとデザートが食べたくなったのでエスプラナーデ通りの方のファッツェルカフェに行って、私のお気に入りのパッションケーキを食べながら、今日の日記を書きたいと思います。いきます。本当にこれ美味しい。このパッションケーキ、この甘酸っぱさとさ、下のココアの生地のバランスが最高なんですよね。本当美味しい。おはようございます。今日は7月26日の土曜日です。フィンランド1ヶ月一人旅最後の週末になりました。土曜日なので気になってたオットリバリ公園っていうのかな、
ちょっと遠いところにあるんですけど、この公園で今日フリーマーケットやってるらしいという情報を得たので、そこに見に行きつつ、他もちょこちょこセカンドハンドショップを回っていきたいと思います。なぜなら、アラビアの花柄のプレート、ヴィンテージのプレートが欲しいからです。はい、それをちょっと探しに出かけたいなと思います。で、今日のコーディネートはホルボーのムーミンショップに寄った時に見つけたムーミンティーです。ムーミンってここにね入ってるノルディックバディーズのビッグティーです。はい、この裾のところにちょっとニョロニョロがいたりして、あとはもう何も書かれてないシンプルな T シャツで、下は黒デニム。そこにこちら昨日買ったムーミンの帽子かぶってます。で、ここにヒンクヌンクのトートバッグを持って今日は出かけたいと思います。今日の朝ごはんです。ファッツェルカフェのテラス席で、こちらピスタチオツイストと、あと青リンゴとレモンのジュース飲みます。土日はね結構カフェお休みのところが多いので、ファッツェルとか、あとはロバーツコーヒーとか、そういうチェーンのところで朝ごはんを食べることが多いです。で、あとこのファッツェルカフェのピスタチオツイストが大好きすぎて、なんかこの旅でシナモンロールをたくさん食べ比べようかなって思ったんですけど、このピスタチオツイストに出会ってからはもうシナモンロールの旅いいかなと思ってこればっかり食べてます。この中のこのピスタチオのね、なんかジャムっていうのかな、ソースみたいなのがパンの中にたくさん入ってて、めちゃくちゃ美味しいんですよ。これほんと大好き。中にたくさんピスタチオが入っててほんと美味しいんですよ。ピスタチオとカルダモンパウダーの相性が良すぎる。これ本当に美味しいから、ぜひファッツェルカフェ来たらシナモンロールもいいけど、このピスタチオツイスト食べてみてください。で、このファッツェルカフェは有名なエクベリっていうカフェの手前にあるので、大体の人がエクベリに行くから、このカフェ穴場でめっちゃ空いてるんですよ。そこも好き。これめちゃくちゃゆっくりできるんだよね。フリーマーケットがやっている公園の最寄り駅に着きました。ここから徒歩2分みたいです。行ってみます。この公園っぽいんですけど、全然やってないフリーマーケット。なんかこれから店が増えてきそうな予感はしますけど、今一つしかなんかフリマっぽいブースないですね。あれで今日11時から4時までやってるってインスタでね見たんだけど、これから増えそうだけど、それを待ってる時間は惜しいので、ここがねイッタラとアラビアデザインセンターの近くなので、ちょっとそっちの方に行って、ヴィンテージ品を探しに行きたいなと思います。残念でした。トラムで40分もかけてここ来たのに、まあそういうこともあるよねということで、切り替えて移動します。着きました。ここに来るの初めてフィンランドに行った時以来ですね。3、4年ぶり？久しぶりに来たので、せっかくだから展示も見て帰ります。かわいい、この子供用のプレート、かわいい。このハンドペイントって薄紫が焼いたらこの青になるんだ。素敵。今ちょっと陶芸やってるので、こういう色付けすごい参考になりますね。私が欲しいファッツェルコラボのマグがある。かわいい。赤もあるんだ。これどこ探しても売ってないんですよね。ヴィンテージショップ。ここに来たらもう何でも揃うという感じで、定番のものから品揃いがねたくさんあります。私が前来た時は結構大幅なセールしてたんですけど、こういう正規品は特にセールとかはなく通常価格で売られてます。
まあでも種類がちゃんと揃ってる。カラーとかこういうティーマシリーズも、まあ、日本と価格は変わらない。むしろ円安だから割高っていう感じですが、日本では廃盤になってるカラーとかも多分調べたらありそうな予感はします。この大きさのカップはフィンランドならでは。今アラビアデザインセンターからトラムで2駅行ったところの、結構大きめなセカンドハンドショップに向かってます。さっきアラビアのデザインセンターのヴィンテージコーナーもねチェックしたんだけど、可愛いのいっぱいあったんですが、ちょっと私の好みのものは見つからなかったので、セカンドハンドでも探していきたいと思います。すごいいっぱいある。かわいい。これアラビアかな。アラビアじゃん。16ユーロ。ちょっと傷あるけどかわいい。かわいい。1ユーロ。アラビアのこちらも 3.5 ユーロで売ってますね。この辺さっきはデザインセンターで見たけど、デザインセンターより安いかも。かわいいこのポット。こちらも16ユーロ。これ小さなカップ&ソーサーは 2.5 ユーロです。プレートは7ユーロぐらい。いったらのボール7ユーロです。かわいい。アラビアの壁掛けプレート10ユーロで売られてます。状態もすごく綺麗。マリメッコの缶7ユーロ。ちょっと中が汚れてる。それが気にならなかったら結構安いかも。はい、セカンドハンド見てきました。こういうのは巡り合わせなので特になんか買おうかなっていうものはなかったんですけど、アラビアとか行ったらのアイテムが結構安く売られてたので、アラビアデザインセンターに行った後寄ってみるのありかもしれないですね。お宝が探せそうなそんな感じの場所でした。では中心部に帰りたいと思います。日曜日、今日もフリーマーケット探索に行ってきます。今日もすっごい暑いからマリメッコのこちらキュプラ素材のロングワンピースですね。これがすごく涼しくて快適なんです。ここに、先週かな、フリーマーケットで買ったフィンランド人のおばあちゃん手作りのトートバッグ持っていきます。では行ってきます。いやもうほんと3週間いて分かったんですけど、いやなんかもう本当日曜日って街に人全然いないんですよ。今もう12時前なんだけどぽつりぽつりしか人歩いてなくて、やっぱ日曜日はお店やってないとこも多いし、フィンランドの人たちはお家で過ごしたり森に行ったりするんでしょうね。なので日曜日とかに朝早くどこか遠出するときは一人旅の人は
お気をつけください。駅までの道に本当に誰も一っ子一人いないみたいな感じで、ちょっとね不安な思いすることがねあると思います。はい、あんまね人がいなさすぎるのも危ないですからね。なので週末はいつも私は昼過ぎとかに活動して、ある程度人が街に少しでも出てから活動して、はい、人がね全然いないところを歩くっていうのを避けるようにしてます。着いたはすごい人。見ていきましょう。一般の人が本当にいろいろ不要なものを出してるっていう感じのローカルなフリーマーケットです。服が多いかな。食器とかはあんまり見当たらない。でもちょこちょこストックマンコラボのお皿とか売ってます。いろいろ見て回ったらなんか取り出し物ゲットできそうな予感です。とにかくすっごい広くて人もいっぱいいます。いっぱい食器とか置いてある場所に来た。雑多に置かれてる感じが見てて楽しい。アラビア置いてますね。かわいい。この辺もアラビア。マリメッコのトートいっぱい売ってます。2個で20ユーロみたいな風に書いてある。とにかく広い。なんか屋台とかもあるし、ちょっとなんか偽物っぽいラブーみたいなのも売ってたりとか。でもマリメッコの洋服とかも売ってます。いっぱい。だいたい15ユーロぐらいかな。見て、屋台みんなご飯食べたりして楽しそう。これアラビアの子供用のやつじゃん。かわいい。なんとコテージで使ってたこのお皿も見つけました。1枚だけだけどちょっと汚れてるけど全然許容範囲。嬉しい。これ買って帰ろう。嬉しい。ゲット。しかも4ユーロだった。ウェイカフェで休憩です。シナモンロールとあとオレンジジューステラスでいただきます。本当はねこのケーキが食べたくて来たんだけど、これは今日は売ってなかったです。でもとっても気持ちいい場所だからちょっとここで涼んでエネルギーチャージしたいと思います。めっちゃ小さめねっとり系だ。美味しい。かわいい。このシャツ105ユーロ。ヨカポイカの半袖めっちゃいいね。120ユーロです。サンプルセールになってるもん。パーカーいいな。冬物230ユーロです。かわいい。黄色だけどデニムに合わせたら合いそう。この撥水加工されたファブリックってテーブルクロスとかに使えてすごく便利なんですよね。これ55から 40% オフです。めちゃくちゃお買い得。ウニッコ柄は安くなってないけど、このシーズンの柄は安くなってます。でもこのウニッコは安くなってる。 40% オフ。これはお買い得です。
いしょ、帰ってきました。今日は日曜日ということで、いろんなところでねフリーマーケット、そして飲みの市がやっているので、ソルナイネンっていうところのフリーマーケット、そこでもうお目当てのものが手に入ったので、そちら紹介していきたいと思います。まずそこでじゃん、アラビアのシュガーポットです。蓋付き、はい、こういう感じで両方に取っ手がついてる、花柄のシュガーポット、裏の方にちょっと結構薄くなっちゃってるんですけど、アラビアのロゴが入ってます。蓋にも小花柄が入っていて、とっても可愛いです。こちらとペアで購入したのが、はい、こちらミルクジャーっていうのかな、紅茶用のねミルク入れるやつです。これも同じシリーズの花柄のものですね。どっちも15ユーロで2つで30ユーロです。で、あともう一つこちら、本当に欲しかったものをソルナイネンのフリマで見つけることができました。じゃーん、こちらアラビアの少し深さのあるプレートなんですけれども、こちらは先週夏のコテージに泊まった時に、この食器がねコテージの食器棚にたくさんあったんですよ。でこれをね使って料理してて、すごくこのお皿が可愛くて使いやすいから、これに似た感じのやつを見つけたら買って帰ろうって思ってたら、まんま同じものを見つけました。はい、これコテージで使ったお皿と全く一緒のお皿です。はい、ちゃんと後ろにアラビアのロゴ入ってます。若干縁のところがね汚れちゃったりしてるんですけど、ひびもなく、とにかくこのね柄がもう本当にタイプすぎて、このメルヘンな感じ。コテージから帰ってきてずっとヴィンテージショップ何軒も回って、フリーマーケットも何個も回って、ずっとこれに近しいやつを探してたのに、同じやつを見つけれて、もう本当に嬉しい。今日のソルナイネンのフリーマーケット行って本当に良かった。はい、こちら1枚しか売ってなかったんですけど、1枚4ユーロで、フィンランド人のおばあちゃんが譲ってくれました。これ本当大事に持って帰りたいと思います。これだからフリーマーケット巡りはやめられないですよね。こういうね探したものを自分の足で、見つけられた喜びっていうのは、もう本当夏のフィンランド旅の楽しみの一つでもありますよね。本当に嬉しい。で今日はこのままお風呂に入っちゃって、明日は天気を見つつヌーク塩公園にトレッキング行けたら行きたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。今日はヌーク塩国立公園に行きたいと思います。服は速乾性のあるトップスとトレッキング用のズボン、そして肌寒い時用に上着、帽子とコトパクシーのバックパックで、このリュックの中には水筒とか、あとはポケットティッシュとかタオルとか入れてて、一番大事な虫除けスプレー、フィンランドの森は蚊とマダニに気をつけろということなので、虫除けスプレーも入れてます。オーガニックのもので地球に優しいやつです。それでは行ってきます。電車に乗り込みました。ヌークショ国立公園近くのバス停はこちらです。このバス停に向かうんですけど、 HSL アプリでルートを調べて、こういう感じで電車に乗ってエスポーからバスに乗り換えて、そこからヌークショ国立公園まで歩きます。エスポーまで25分。着きました。ヌークショ国立公園付近のバス停です。バスを降りてこちらのハウ
カーランピーという表札を左に入っていくと、ヌークシオ国立公園の方に行けるみたいです。ここから歩いてなんか2、30分かかるらしい。なんかとりあえず目の前の同じくヌークシオ国立公園に行きそうな人の後についていっています。なんかマップ見てもよくわかんないんだよね。でもなんとなくの道順で行けるらしいからちょっと行ってみたいと思います。ハウッカランピの看板を見ながらたどれば行けるらしい。あったあった、右だね。やっぱいいわ。この2週間はすごく暑かったけど、やっぱりこの森の中に入ってくると一気に温度が下がって、5月の一番気持ちいい風もまだひんやりとしつつ、日差しはポカポカみたいな、そんなね体感です。とにかく風が気持ちいい。ヌークシオ国立公園行くまでの道のりがもうすでにハイキングなんですけどっていうぐらい自然豊かですね。あと15分ぐらいですね。もう結構しっかりここまでなかなかの運動量があります。ちょこちょここういう感じで看板があるので、これを探しながら脇道にそれず大きな道を道なりに行けば特に迷うことはなさそうです。とりあえず目の前にカップルがいて安心。本当に誰も歩いてないからとっても不安になる。こういう国立公園ってたくさんの人が毎日訪れて、こういう行くまでの道人がいっぱい歩いてるのかなと思いきや、全然そんなことなく私とカップルのみです。そしてずっと、森の中進んでいきます。着いた。ハウッカランピの駐車場。本当にここまで歩いて30分、まあまあの高低差を歩き続け、入り口にやってきました。なんか看板がね、トレッキングコースの入り口らしいということで見ていきたいと思います。ヌークシオ国立公園はたくさんハイキングコースがあるらしいんですけど、私はちょっと一人だから、一番安全に短くサクッとね回れるコース、こちら赤の、プリナンタトレッキングコースみたいな、このぐるっと一周1時間半くらいのを歩いていきたいと思います。ここからがスタートです。レッツゴー。よし、この赤いマーク、それがこういう感じで木についてるので、それをたどって 2.2 キロかな行きたいと思います。ヌークシオ国立公園はもうブルーベリーがなってるってネットで調べたら出てきたんだけど、どういうところにブルーベリーって生えてて見つけられるんだろう。前も夏にフィンランド来た時ブルーベリー探したけど、そもそも苗木がどこだか全然分かんなかったんだよな。すごく道は舗装されてて歩きやすい、静かだし暑くもなく、とりあえずねマダニに気をつけたいのでパンツを靴下にインしました。でこのね赤いマークをたどれば迷わないから安心。一人でこういうところ歩くのって怖いけど、なんかフィンランドだったら大丈夫だなって思っちゃいますね。ちょっとここが気持ちよすぎて、まだトレッキング全然始まってないけど朝ごはん食べちゃいます。うわやば、なんか染み出てる、下の方濡れてる。うわ最悪、ベタベタ。うわなんか蜂。片ウェットティッシュ持ってきといて。うわパンを縦に入れちゃったので、このラズベリーのやつが全部下に落っこちて、それがねリュックの中にしみ出ちゃった。
気を取り直していただきます。うまっ。やっぱここのパン美味しい。カニンストンレイポスポモ。なんかこの湖、このショットってかもめ食堂にありましたっけ？なんかこの眺めすごい既視感あるんですけど、めちゃくちゃ綺麗な桟橋。やっぱりここの赤いコースはライトなトレッキングだからか、子供連れとか、あとはすごい軽装で回られてる方が多くて、人もねちょこちょこその辺にいるので安心感あります。一人で来ても危なくなさそうっていう、そんなコースです。どんどん人が歩いてくる。カフェとかあるんだ。あとトイレもあります。よし、ではここから2キロ楽しんでいきたいと思います。これブルーベリー？ブルーベリーっぽくないですか？これブルーベリーっぽいよね。違うのかな？ブルーベリーみたいな形なんだけど、ちっちゃい。こういう感じで生えてるんですね。本当に道端に生えてる。でもちっちゃくてなんか食べれそうな感じではない。いや気持ちいい。最高です。程よく人とすれ違って、基本的には一人静かに木々が揺れる音と遠くから聞こえる薪を割る音みたいなのだけ聞きながら、ただただ静かに歩いていきます。やっぱり来てよかった。気持ちがいい。森林浴だ。やばって、突然の急勾配。突然の急な坂。涼しいとはいえやっぱ汗かきます。よかった。やっぱりこの汗かいてもすぐ乾くウェア着てきて、とにかく暑い。すごい。坂上がったらめちゃくちゃ綺麗なとこに着いて、綺麗。遠くでみんなソーセージ焼いてます。Joo, jos laittaa yhtään jalkoja suoraksi, niinこれはブルーベリーの原種、ビルベリーらしい。やっぱりビルベリーだって教えてもらった。いっぱいなってる。私も撮ってみようかな。じゃあいくつか。うわ、いっぱいなってる。あちこちにビルベリー。ちっちゃいビルベリー。酸味がすごい。なんかトマト食べた時の感覚なんですけど、なんか青臭さがあって酸味がすごいです。いやなんかすごい。こっちの人はビルベリー収穫機みたいな、こういうなんか熊手みたいなやつの先になんかちりとりみたいなのがくっついてるやつで、こうガッガッってビルベリーの木をねこうすくい上げて、で一気に収穫してました。でそれをバケツに入れて持って帰ってた。でもなんか
味見できてよかったです。野生のビルベリーを収穫して味見するっていう夏のフィンランドらしいことをすることができました。ブルーベリーはこういう道端には生えてないのかな。今のところ出会うのはビルベリーばかりです、はい。ここまで来ました。パッカランピまであと400メートルぐらいなのかな。車の音が聞こえるのでもうすぐ一周するんじゃないかなと思います。これは来た道、来た道に帰ってきました無事迷うことなく一周できました。ちょうどいい一周だったな。疲れすぎず高低差もそこまでひどくなく、このルートねすごく楽しかったです。で一番人気のルートはこの青のこのルートらしいんですけど、これは2時間半ぐらいかかっちゃうらしいんですよ。なので、私は今回このルートを散歩して湖も見れたし、あとこの辺でビルベリーを摘んで食べれたので大満足です。よし、ぼちぼちヘルシンキに帰ろうかな。タンペレに着きました。ピューニッキ展望台の私が食べたいドーナツは実は展望台に行かなくても駅近のマーケットホール内でも売られているということで、今日はねそちらに行こうと思うんですけど、今ちょうどお昼時でマーケットホールが混んでそうなので先にムーミン美術館に行きたいと思います。ミュージアム内のレストランでランチビュッフェ食べることにしました。13ユーロぐらいでメインはミートボール、あとはパスタとかサラダ、ヨーグルト、紅茶とコーヒーも飲み放題でムーミン美術館限定のマグで飲むことができます。あと他にスープとかパン、ご飯などもありました。いただきます。オールドマーケットホールに来ました。昼過ぎだからか空いてます。ピューニッキ展望台で食べれるドーナツはどこにあるんでしょうか。探してみよう。ケーキ美味しそう。ドーナツ以外もパンが美味しそう。ついに念願のピューニッキのムンキアゲイン、こちらずっと食べたかった。なんか食べたすぎてちょっと血迷って小さいサイズを2個買ってしまって1個持ち帰り用にしたんだけど、大きいサイズをここで食べて小さいの持ち帰ればよかった。足りなかったらもう1個小さいの買ってここで2個食べて帰ろうと思います。
こちらミニサイズは2ユーロ、大きいのは3ユーロです。あとコーラいただきます。うまっ、やっぱ美味しい。これを超えるドーナツもなんか出会えない気がする、人生で。それぐらい本当に好みの味です。ネストレンおはようございます。今日は7月30日です。明日日本に帰るんですけど、明日はもうほとんどね、帰るだけのスケジュールにしようと思っているので、今日が実質ヘルシンキ街歩きする最終日ということで、外に出ていきたいと思います。今日の服はこちらロンハーマンで買ったフレンチスリーブの T シャツとセオリーのデニム、そしてこの度で大活躍したヒンクヌンクのスウェードバッグです。このコーディネートで出かけていきたいと思います。行ってきます。いやほんと5日前ぐらいから急になんか風が秋をね感じさせてくるんですよ。日差しは強いんだけど風が秋の風なの。なんかそれぐらい季節の移ろいを感じられるぐらいここにいたんだなって実感します。1ヶ月あっという間だったけどちゃんと一日一日過ごしてたんだなって感じられますね。気候で今が一番気持ちいいかも。風が冷たくて。ヘルシンキ大聖堂近くにあるエレファントに裁縫です。前回はケーキ食べたんですけど、今回はサーモンのクリームパスタを頼んでみました。ここで働いてる日本人の店員さんがこれがねすごく美味しいのでぜひ食べてくださいって教えてくれたので食べに行きました。なんか2週間か1週間に1回でパスタの種類が変わるそうです。いただきます。ファッサーニのアンティークショップに来ました。前回ソルナイネンで買ったお花柄のシュガーポットとミルクジャーに合うカップ&ソーサーを探して帰りたいと思います。この棚でなんとシュガーポットとミルクジャーの同じ柄のティーポットを見つけました。あと1着だけだけどカップ&ソーサーも見つけた。これセットで買って帰りたいですね。であとこれはね違う柄なんだけどこちらもアラビアですごく可愛くて買おうか迷ってます。状態も綺麗。
今フィンランドは午後3時です。今エスプラナーデ通りのところの公園で芝生の上に座ってまったりしています。夏のフィンランド本当みんなこの芝生とかを見つけるとねすぐ座ってピクニックしたりとかしてて、それがねすごく気持ちよさそうで、私もこの1ヶ月間結構真似してこういう感じで芝生の上で座ってアイス食べたり、ぼーっとしたりたまには、読書したりしながら過ごしていました。1ヶ月のねフィンランド一人旅をね振り返っておこうと思うんですけど、シンプルに楽しかったですね。すごく楽しくて、毎日が小さな冒険と発見の連続で、一人旅だから寂しさを感じたりするのかなって思ったりしたんだけど、確かにここは誰かと来た方が楽しかったなとか、これは誰かと一緒に見たかったなとか食べたかったなとか、そういうのはあるんだけど、でも逆に言うと一人だからこそ見れた景色とか、一人だからこそ感じられたものとかがあったりして、本当に純粋に楽しい1ヶ月間でした。だからね結構楽しいことが多かったので、あんまりエモーショナルな気持ちになることはなく、毎日ワクワクして過ごせたんですけど、昨日ねタンペレのムーミン美術館に行って一人でゆっくり2時間ぐらいね展示見てきて、でそこでやっぱ思ったのは、そのムーミン美術館の中で展示されてるねドールハウスがあって、そのドールハウスを作るまでの過程、その時にトーベ・ヤンソンがどういうふうに考えてたのかっていうのが文章で残ってて、それを読んだ時に自分はこの先自分のこの手で何か作って生きていきたいんだなっていうのを気づきました。今こういう風にカメラ機材使って Vlog 撮って、それをね作品にして残してるんだけど、それもね好きなんだけど、自分の子供の頃を振り返ると粘土細工でミニチュア作ったりとか、あとは絵本描いたりとか、そういう自分の手を動かすことをするのがね好きだったよなっていうのに気づいたんですよね、昨日でそういうことをねすぐにではなくても5年後10年後すごく長い目で見てやっていきたい、そういうことをしたいんだなっていうのを感じました。なのでそういうことをしていく人生を送るためにちゃんとお金を貯めたりとかしたいなと思って、明日からもねまた日本に帰ってからちゃんとお仕事頑張っていこうって、そういうやる気も出ました。ここ最近はね何のために自分仕事してるんだろうみたいな今やってることってどこまで続くんだろうみたいな、そういうことを考えてねちょっと辛くなったりしたこともあったんだけど、昨日のムーミン美術館での2時間を経て、私は何か自分の手で作ることをしたいから、そのために今頑張ろうって思えたので、とってもいい、時間だったなと思います。本当にこの1ヶ月一人でフィンランド中をね歩いてきて、たくさん日に焼けたりもしたけど、本当この夏のフィンランドをねもう思いっきり楽しめたかなと思います。美味しいもの食べたり、飲みの市行ったり、サーモンスープ作ってみたり、シナモンロールも作ってみたり、コテージに行ってみたり、サウナ入ってみたり、本当にいろんなことを何でもやってみようみたいな感じで一人でもね行動することができて、それが全ての私の思い出になって、この1ヶ月の旅って映像で通して皆さんにお見せすることはできるんだけど、本当に私のその映像以外の部分で私が目にしたもの、耳にしたものっていうのは自分だけの宝物として一生残っていくんだなって思います。要は来てよかったです。ここに来るために仕事頑張った自分を褒めてあげたいし、行ってきていいよって快く送り出してくれた彼にも感謝したいし、今こうやって動画見てくださっている皆さんにも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当に楽しかった。本当に楽しかった。ちょっと時間が止まってほしいぐらいすごくいい夏でした。この
思い出を胸に日本に帰ってからも頑張ろうと思います。皆さん1ヶ月間最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。このねフィンランド1ヶ月の旅のジンをね作ってるところでまだ執筆途中だからどんな仕上がりになるかわからないんだけど、フィンランドにこれから行きたいなと思ってる方も興味ない方も、一人旅してみたいなっていう方もなんか手に取ってくれた皆さんが楽しんでもらえるようなそんなジンを作れたらなと思ってるので、ぜひ発売を楽しみにお待ちください。それでは帰りたいと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。キートス。It is all in our hands, it is all in our